皆さんこんにちは。お元気でしょうか？ということで今は、エディンバラ、スコットランドのエディンバラに到着しまして、時間は8時ぐらいかな。そんな感じです。で、到着したのは昨日の、3時4時ぐらいに到着したんですけど、眠すぎる、時差ボケの眠すぎと、移動の疲れにより、昨日散歩してたんだけど結構夜あんま覚えてないですね。もう記憶にない。だから今日からちょっと本格的に観光していきたいと思います。で今回のエディンバラの宿はエアビーですね。はい、こんな感じでめっちゃ汚いんですけれども2つベッドがあるのよね、1人なのにね、こんな感じでね、ポーチいっぱい、女子あるあるポーチがいっぱいあるみたいなね。はい、エクボですね。はい、エクボもねエディンバラにやってきました。こんな感じですね。まあ問題は特にないけど、シャワーが弱い問題と、あとこのこの電気がねちっちゃくてね全然明るくならないんだよね。はい、それ以外は特に問題はないよっていう。はい、ピース。今日はまず今からエアビーの近くのカフェに行って朝ごはんをちょっと食べるのと、それから、10時半にチケットを買ってるのでエディンバラ城を観光したいと思います。はい、その後は予定だとスコットランド料理を食べに行って、その後は買い物って感じですね。ということで朝ごはんを食べに近くのカフェに行きました。でもまだ空いていませんでした。残念。ということで近くのスターバックスにやってきました。何もない時はね、スタバが便利だよね。多分日本にないと思ったのでパンプキンスパイスラテを買いました。美味しそうです。でも調べたらね、昔日本でも発売していたらしいです。はい。あとはチョコレートツイストを買いました。これは日本にないですね。これは日本から持ってきた除菌シートです。海外旅行には絶対必要です。おしぼりの国ジャパンから来ましたから、手を拭かないと食べられません。海外だとあんまりおしぼりみたいなのってあんまりないよね。なんかレストラン行かないとないよね。はい。それではいただきます。やっぱ朝はね、カフェイン注入しないと朝って感じがしないですから。ちょっと暑かったようです。どうしたんでしょうか、はるかさん。どうしたんでしょうか。どうやらかぼちゃの味がしないようですね。ちょっともう一回飲んで確認します。かぼちゃの味しませんでした。美味しいから良かったんですけどね。コーヒーも飲んだのでエディンバラ城に向かいます。ちなみにエディンバラはバスで移動しました。トラムもあるんですけどバスの方が多いし便利なので私はバスで移動していました。なんかね、エディンバラはなんか大きいメインの駅からそのエディンバラ城とか観光する場所が結構近くて、なんか徒歩で行けるんですよね。だからね、観光しやすいかなって思う。で、ちょっと待って、これ見てください。この景色めちゃめちゃ綺麗。これ陶器良くて最高で、ここに見えるこれがエディンバラ城です。今の気温は、12度寒いんですよ。で、私もこれジャケット着てて、なんかトレーナーみたいなやつ着てて、でインナーはもうなんていうの、ユニクロのヒートテックで、下もヒートテック履いてますね。で、一応持ち物の中にはウルトラライトダウンみたいなユニクロのね、なんか薄いダウンジャケットのやつを持ってきました。もうユニクロありがとうって感じですよね。ほんと寒い時にはマジユニクロ、はい、便利。
マップ見るのめんどくさかったので、観光客っぽい人についていきました。どうせみんなエディンバラ城行くっしょみたいな気持ちで。はい。そしたらね、なんか細い道に入って、なんかこういう道っていいですよね。なんかイギリスっぽいというか。ということで、エディンバラ城入り口に着きました。当日チケットも販売しているんですが、基本的に売り切れているので、ネットで予約しておいた方がいいです。そしてスリが多いので気をつけましょう。エディンバラ城はお城っていうよりは要塞ですね。ちなみにエディンバラ城はハリーポッターのホグワーツのモデルとして有名です。城から見た街の景色です。都会すぎず田舎すぎずちょうどいい感じ。これはワンオクロックガンといって日曜以外の午後1時に空砲を撃つ大砲らしいです。なので1時には観光客の人がすごいたくさん来るらしいです。ここはスコティッシュナショナルワーメモリアル、戦争の博物館です。エディンバラ城には戦争の博物館がいくつかあって、スコットランドの戦争の歴史とかを知ることができます。めっちゃゲームに出てきそうだなって思ったけど、本当に使ってたんだなって思うとちょっと信じられないですよね。なんと日本の国旗を発見しました。名前とメッセージと血がついていてめっちゃリアルです。何があったんでしょうか。ここは牢獄だった場所です。なんか独特な匂いがしました。小さい窓があったけど、あんまり外が見えませんね。エディンバラ城の地下室は牢獄だったそうです。ちょっとね、歴史を勉強したいなって思いました。そろそろお腹が空いたのでお昼ご飯を食べに行きます。せっかくなのでスコットランド料理を食べに来ました。ここのお店はね、評判が良かったので来てみたんですけど、すごい美味しくて、いいレストランだったと思います。それでは、いただきます。注文したのは日替わりスープと小さいハギスです。本当はね、もっといっぱい食べたかったんですけど、一人旅行なのでね、これぐらいがちょうどいいんですよね。スープはじゃがいものポタージュかな。美味しかったです。ハギスはスコットランド料理で羊の内臓とか玉ねぎを混ぜたものです。苦手な人が多いらしいですね。理由はですね、中身も結構やばいんですけど、見た目もやばいのよ。なんでこんな見た目にしたのって感じですよね。でも私が注文したのはおしゃれなハギスだったので、とても美味しかったです。多分この店のハギスはとても食べやすいと思います。ハンバーグとソーセージの間みたいな味かな。羊肉が好きな人にはおすすめです。はい、ここが有名なロイヤルマイルストリート。どっから始まってどこで終わるのか全然わかんないんだけど、とにかくすごい人がいっぱいです。なんかパブとかお土産屋さんとかめっちゃいっぱいありますね。すごい綺麗、建物がね。ただね、建物がね似すぎてて全部迷うあれ、ここさっき来たっけみたいなあれみたいな。私はね、今ちょっと寒いなって思ったのと、お土産買いたいので、なんていうの、マフラー、タータンチェックのマフラーを探したいと思います。どのお店にもマフラー売ってるんだけど、でなんか柄がいっぱいあったりするんだよ。そうで値段も様々なんだけど、いっぱいありすぎて分かんない、何がいいのか分かんなくて、自分がね気に入った柄とかを見つけられたらいいなと思ってますね。とりあえず歩きます。可愛いお店を発見したのでちょっと寄り道。おしゃれなたたりが見た。違うか。スコットランドの謎、銅像の玉にコーン。1980年に酔っ払いがやって、それからずっと続いているらしい。これは鳥。
やっといい感じのマフラーの店を発見。マフラー買いました。見てください、この私は観光客ですと言ってるようなもののファッションね。先ほど買ったマフラーをもうね、ちょっと寒いのよ、本当になんか寒いのよ、なんか曇ってるし、でも可愛くない？普通に可愛くて、なんかこの秋とか冬は私はこれを着るのかつけて生活しようと思います。お、なんか可愛いお店を発見。入ります。地元のクリエイターさんの作品が売ってました。生徒さんにお手紙を頼まれていたので、このポストカードを買いました。かわいい。イギリスへ来て2日目。もう日本食レストランへ行きます。早い。まあ寒いんでラーメンかな、今日はね。海外で本格的な日本食レストランかどうかってフォントでわかると思ってるんですよね。ここは日本人経営じゃないですね。どういうことかというと、日本人が選ばないようなフォントを使ってるんです。だからフォントを見れば日本人経営かどうかわかる。もちろんね、美味しいかどうかは別なんですけど、ちょっと不安だな。でも店内の雰囲気はいい感じです。ずっと飲んでみたかったアイアンブルー。スコットランドの炭酸飲料です。大好きなドクターペッパーに似ててめっちゃ好きでした。はい、豚骨ラーメンが来ました。見た目めっちゃ美味しそう。でもね、微妙だった。麺がなぜか蕎麦の味したんですよ。でもね、日本を感じられて嬉しかったよ。ありがとう、マキラーメン。次の日はグラスゴーへ行きました。その話はまた別の動画を見てください。で、ロンドンに行く日の朝になりました。最後にずっと気になっていたカフェで朝ごはんを食べます。ブラックシープコーヒーはイギリスのコーヒーショップで、チェーンだからいろんなところにあるんだけど、一回入ってみたかったんだよね。カフェラテとノルウェージェンクラシックワッフルを注文。チーズ&ベリージャムって書いてあって、味が想像できなかったから試してみます。ラテは普通に美味しかった。まあチェーン店のラテって感じですね。このワッフルなんだけど、めっちゃ美味しかった。全然美味しそうな顔してないけど、しょっぱい&甘いで美味しかったです。そんな感じでスコットランド旅行は終了。皆さん見ていただきありがとうございました。よかったらグッドボタンとかなんかしてください。次回、はるかロンドンへ行く。お楽しみに。